皆さんこんにちは。地位のグルメ旅。突然ですが、ザリガニと聞くとどんなイメージを持ちますか？日本では用水路や田んぼの脇にいて、夏休みに子供が釣りをして遊ぶ、そんな存在ですよね。でも実は中国ではザリガニは大人気の国民的食材なんです。そもそもザリガニが中国に普及したのは1930年代、日本から稲作地帯の害虫駆除や食用試験として導入され、1950年代には湖北省潜江で食用として広まりました。1990年代後半には上海や北京でマーラーザリガニが大ヒットし、夜の街を彩るグルメとして一気に定着。今や中国は世界のザリガニ消費の約9割を占め、巨大市場に成長しています。ということで今回は中国で大人気のザリガニを実際に食べに行ってきました。日本人にはまだ馴染みの薄い食材ですが、その気になるお味は？いいね、すぐ入れそう。上海の夏の名物はザリガニっていうことで、今回はザリガニを初めて食べに来てみました。一番人気のチェーン店ということです。行ってみます。QR コードで注文するスタイルです。ザリガニってどんな味なんだろうね。ちっちゃなエビ大好物だから大丈夫だと思いますよ。名前だけ聞くとちょっと怖いけど。ザリガニ来ました。これどうやって食べるんだろう。俺剥き方わかんないからニーハー。剥き方聞こうかなと思ったら剥いてくれるっぽい。親切。めっちゃ丁寧に剥いてくれる。なんか味噌がすごそう。わお、美味しそう。相変わらずでかいな。これ一粒200円って破格の安さ。しっかりめに蒸してこの大きさってやばいよ。この漬けだれうまいわ。うまいんだけど、すごいまたマーラーだからちょっと胃が心配なんだけど。うまい。ミネラルが入り込んでくる。パクチーソースがむちゃくちゃ合うね。じゃあ行きますか、ザリガニ。なんか味噌すごくない？おう。だって多分スポンって抜くんじゃない？いけると思う。お。すごいお味噌が。何もつけなくていいのかな。いただきます。クリーミー。うまっ。ちっちゃいロブスター。ちょっと辛みもあって濃厚なエビ。シャコとエビの間みたいな。足りなくねこれ。むしろ結構高級料理だね。この量で2500円ぐらいでしょ。臭みが一切なくて、本当にカニ味噌みたいな味噌の味がする。エビの味噌っていうよりはカニ味噌に近いかも。なんか癖が全然ない。ちょっとタレにもつけてみる。ザリガニ感ないよね。ザリガニ感ってわかんない。ザリガニって食べたことないけど、なんかザリガニのイメージしてた味とは全然違った。もっとなんか泥っぽい味かなとか思ってたんだけど、ただのエビです。めっちゃ美味しいエビ。上海って上海ガニの季節は9月から11月だなんて言うから、今の時期はね、上海に来てもあんまりカニはおすすめじゃないよって。じゃあ海産物何があるかなって見た時に、ザリガニが今が一番うまいみたいな食べてみたけど、来てよかったというぐらいうまいです。他の味もいっぱいあったのが気になるね。なんかガーリックがすごい乗ってるのとか、もっとマーラがあるのとか、一番癖がないやつがこれなんだろうけど。俺はもっとお前ちょうどいいのか辛さ。俺もちょっと辛くていい。マーラーじゃないね。山椒みたいな味する。ちょっと胡椒かな。なんかスパイスって書いてあったけど、ほんとその通りね。とりあえずさ、ザリガニで締めとくかみたいな感じなんじゃない？なんか店内にすごい美女がいっぱいいるのよ。すごいインフルエンサーチックな人とかなんかいて、みんな黙々とザリガニを食べてるんだけど、イケてる料理なの。ちょっと
ザリガニは。見栄えもするし、本当にでかくない？うまっ。来てよかった。新鮮な海鮮ってやっぱ最高だね。甘い。2人で今 500g 頼んだけど、足りないぐらい。1キロでいいかも。中国でいうと1斤が 500g、2斤で1キロ。見た目は結構多いように見えるんだけど、こういう感じだからさ、ペロって食べられちゃう。なんか周りの人見ててもね、すごいボリュームで頼んでるなと思ったけど、わかる。これメインで食べようと思ったら全然いけちゃう。もうあっという間にこんなよ。うまそう。チャーハンなんか落ち着けるかも。牛肉チャーハンいただきます。こんな感じ。うまい。醤油味。中国人の人以外いない感じがするな、お店に。でもね、大丈夫。本当に日本人の人も絶対に食べれるし、すごい美味しい。ということでごちそうさまでした。前回食べたザリガニが美味しすぎたので、今夜もまたザリガニを食べに行きたいと思います。前回はちょっと初めてだったので少なめに頼んで気持ち物足りなかったんで、今夜は豪快にたくさん頼んで食べたいと思います。絵面が同じになっちゃうと思うんですけど、味ちょっと違うのを食べてみたいなと思っています。みんなダンスなんだね、文化が。一人で踊ってる人もいるよ。待って、もう本当に面白い。全部これも面白い。待ってるなあ。でも外は開いて、ここは地元の人にも人気のザリガニ屋さんっていうことで来てみました。よし。オッケー。すぐだ。テーブル片付けてる。親切だな。谢谢。なんかめっちゃ混んでるじゃん。人気の店だね。こっちやや辛め。じゃあこれにします。大丈夫か。21匹、そんな多くないね。いいか。麺入れた方がうまいよって。月曜日の夜なのにめちゃめちゃ混雑してます。乾杯。オーダーはお店のマネージャーさんみたいな人がすごいスムーズに取ってくれました。料理の説明もしてくれるからすごい親切。なんか激辛すぎたら困るけど、ちょっとマーラが食べてみたいって言ったら辛さ1のやつを教えてくれたんで、それを食べてみます。おー、うわー、ボリュームがすごいね。これを優しいんだよな。やっぱビールか。これ絶対ビールじゃん。ビールだ。ビール我慢してね、太らないように。こっちの人はね、ここはみんなビール飲んでる。飲んでるよね。やっぱザリガニはビールなんだよ。匂いでもうビール飲みたくなっちゃうもん。見てくれます。自分で剥こうと思うと難しいけど、こう店員さんが手際よくやってくれるんですよね。来た来た来た。冷たい。いいね。めっちゃ綺麗にやってくれる。結構力いると思うんだよ、これ。すごいな。明日お腹が大丈夫かな。でもこれが食べたかったや。もうザリガニの虜だよね。北京ダックは正直日本でも食べられるけど、ザリガニはこっち来ないと食べられないからね。新しい味。日本でもあるのかもしれないけど、やっぱり本場がいいよね。おすすめを聞いたんだよ。そしたら辛いの好きですかって聞かれたから、好きって言ったらこれをおすすめされたから、一番前にあるメニューが必ずしもおすすめってわけではないの。すごいちょうどぴったり。うまっ。味噌やば。もうビールです。これ辛いかな。これそう。ちょっと辛くないね。
どう？ちょうどいい。ちょっとピリ辛。これは日本人のピリ辛好き、例えるなら辛ラーメン韓国の食べれますっていう人は美味しいって食べれる味。これめちゃめちゃちょうどいい。食べるところこんなもんだよね。やばい、これペロって食べれちゃうとどうしよう。味噌がやばい。なんか味噌の量めっちゃ多い。味噌が本当にここの部分ぎっしり入ってて、そこにミニさらにマーラーの味が加わって、これはもう完全なおつまみ。これおじさんにはきついんじゃないの？おじさん数分になっちゃうじゃない食べ過ぎちゃう。ザリガニピントいるかわかんないんだけどさ味噌の部分ほらこんなだよ。ピーマンがシャキシャキしててうまい。ピーマンじゃないんじゃない？辛い。唐辛子か。ピーマンかなと思ったけど辛いわ。唐辛子かも。ピーマン違う、唐辛子。唐辛子だよね。すごいでかい唐辛子。辛くねこれ。やばいんだけどこっちが辛いんかいっていうあとは箸休めに頼んだこのキュウリを食べてみる。キュウリうまっ。冷える。このお店は口コミサイトで見つけたんです。中国のここのアプリでザリガニが美味しいお店で探して評価が高かったんで来ました。あさりうま。すべてうまい。あさり美味しいねこれ。ガーリック風味で辛すぎない。なんかさ激辛かなと思って結構構えちゃってたけど全然食べられる。いやもう手で食べちゃおうかなこれ。みんな手で食べてる。やめろスポって味噌と一緒に抜けた時嬉しいこれは本当にごちそう。日本で言ったら毛ガニとか好きな人は絶対に好き。東京育ちじゃん。なんでザリガニって知ったの？ザリガニはあれでした。IKEA のフードコートでザリガニが出してるの。それをちっちゃい時に見て絶対食べれないって思って。なんかザリガニっていう存在何で知ったの？ザリガニ釣りで東京育ちあったの。当時池袋のサンシャインのナンジャタウンの中にあったのよ、ザリガニ釣りが。俺ほら田舎の方だからもう家の裏のドブにいたんだよ。そのイメージなの日本だと。そのザリガニっていうもう言葉がドブ側にいるそうザリガニ。子供の遊びの食べるもんじゃなくて、それをちょっと買ったりとかするものだと。おじたちと俺の年代ぐらいだとザリガニ食うのって言ったらそれは変なイメージになっちゃう。わかるよ。浅いところの川の汚い水のところにいるザリガニをイメージしちゃうけど、そうじゃなくてこれは多分綺麗な養殖のところで育てられたやつをただ食材として育てられたザリガニってことだよね。そうだよ。だから本当に驚くぐらい臭みがないわけ。びっくりした。私は味ですぐ分かる。川エビか海のエビか。でもこれはね海ではないんだけどクリーンな水で育った味。雑味がないってこと。やっぱり普段から釣りとかするから分かるんだよ。分かるよねちょっとでもすぐ分かるから。上海の人はみんな夏にザリガニ食べるのかな。上海だけじゃないのかな。中国の人はみんな夏にザリガニ食べるのかな。来ましたね。油そばみたいな感じかなっちゃうからあんまり親しさなかった。また長いんだわ麺が。いただきます。めちゃくちゃうまい。麺にすでに油が絡められててエビの味するの？しないそれはしない。マーラー油麺みたいな、そんな感じ。相当高カロリーよこれは。やばい。大
大体ほら 500g ぐらいから頼めると思うんですけど、中国の人はじゃあザリガニ食べに行きますってなったらどのぐらいの量1人食べるんですか？これ分かる人教えてください。足りないよ。おかわりしよザリガニも追加する？頼もう、追加や。2辛っていうのがありますね。う。続いては。あ、いいじゃん。いくら？一緒。あ、178元だから3400円。高いよ。いいの。辛さがさっきのよりも1段階辛いやつと、あと牛串を追加しました。あ、油がない。食べやすいね。うまいんじゃない？美味しいこれ。いや本当に柔らかいビーフジャーキー。何その手が。超うまい。これ本当に好き。ここのやつ本当にクミンがちょっと少なめでスパイスの方が多めだから辛さの方が勝ってて美味しい。2発目。熱いよね。シェシェ。おかわりが来ました。うん。あ、うまい。さっきと一緒。ちょっと辛くなったね。餅です。合う。うん。チュルッチュル。トッポギって甘いから好きじゃないんだけど。夏の上海を堪能しました。また秋にね、上海街に美味しい季節に行きましょう。上海街に食べるのはどこの店がおすすめか知りたい。こっちの方がマーナ好きかも。ちょっとやっぱそうでしょ。これギリギリ食べれるね。これ全然あと半分こずつだ。ザリガニ食べてビール飲んで、ザリガニ食べてビール飲んでの流れがなんか最高すぎて、これ多分絶対膨らむんだけど後で。でもなんかうまくて餅が確かにうまい。慣れた瞬間にこんなうめえんだったの時にハマる。ザリガニ食って餅を挟んででたまにキュウリ食ってあともう4匹しかない。22でいい。じゃあ味噌が多く入ってそうなのあげるわ。いいよ。あね。やばい。一回ちょっと餅挟もう。もったいないよ。あ、餅ももうなくなってきた。餅ずっと熱々。名残惜しいね。ラスト。じゃあもっと豪快に食わないと。すぐ食べ終わっちゃうね。最後の1匹です。1時間ずーっとザリガニを食べた。うめえだろ。美味しかった。ビールで締めよう。ちょっと残しといたんだ。ごちそうさまでした。今ハウスバンドのライブが一旦終わって、これからオープンマイクが始まるっていうことでした。バンドのリーダーの女性みたいな人に話しかけて、このチケットをもらって、そこからオープンマイクで歌えるっていうことです。バンドメンバーの人に歌いたい曲を伝えて、自分の番が来るのを待つみたいな感じ。なんか本当にいろんな国の人がいるからめちゃめちゃ面白いです。ちょっと緊張するけど大丈夫かな。すごい空気感。いきなり超グローバルな感じです。園内はこんな感じになってます。